もしかしたら中に1匹じゃないかも。ちょっとわからない。少し奥の方を叩いてみる。聞こえるか？天気の変わり方が早すぎる。日の出を取りに行って、まだ十分ちょっとなのに、もう曇ってきた。山芋を食べてから、ノクサスのギロチンを設置する。焼き加減はちょうどいい。完璧に焼けてる。これを大きめの一切れを餌にする。前に山芋の剣を探していたとき、たくさんの木の穴を見つけた。今日はここを攻略する。トップはノクサス、ジャングルはネズミだ。スタート。30分ほど歩いて、ようやく最初の穴に到着。この岩の下にある。あっちにももう一つ穴がある。慎重にやらないと。少しでも動かすと作動する可能性がある。かなり危ないなこれ。いい香り。おお。できるだけ穴の入り口は壊さないようにする。うまく仕掛ける。竹はだいたい2日くらいしか使えない。それ以上だと弾力と強度が落ちる。次へ行こう。ここはすごく滑らかで、この中もいい感じだ。この場所は2つ仕掛けるべきだ。1つの穴に巣がある可能性もあるし、2つの穴がつながっている可能性もある。どちらにしても不確定要素が多い。でも山芋があるし、冬は草が枯れて食べ物が少ない。この穴はかなり広いから、1本選ぶなら根元に近い弾力の強い竹を使う。どれくらいのサイズだろう。いい場所だ。この弾力かなり強い。しっかり注意しないと両側を押さえる。びっくりした。竹は太いほど弾力が強い。その分危険も増す。ここはかなりいい場所だ。ここに毛がある。擦れた跡だ。ここは2つの穴がつながっている。ほら。通路も広い。奥にも続いている。中に複数いるかもしれない。この痕跡から見ると、昨夜も出入りしている。
残りはあと1本。でもここはネズミの穴っぽくない。落ち葉も荒らされていない。この毛も正体不明だ。中はかなり滑らかだ。これだけ広いなら 500G1kg くらいだろう。やばい、やられた。後ろが完全に挟み切られた。怖すぎる。石はしっかり固定する。少し触れただけで作動する。最後はここに設置する。正体はわからないが、500G1kg くらいだろう。ほぼ半日かかった。もう昼近い。一旦シェルターに戻る。罠は全部設置完了。半日以上かかった。今日は少し体調が悪い。何か食べて回復しないと。この天気じゃ成功率は低い。朝から晴れていれば確率は高かった。最近は肉も食べているが、ちょうどカメラのバッテリーが切れていた。弾力のある竹を1本用意する。OK! しなりも悪くない。この罠は全く作動していない。特攻で仕留める罠はここに設置する。この木の分かれた部分を利用する。だから先に周りをきれいにする。完璧だ。周囲も全部片付ける。視界を広くしておく。ここは水場に近い。鳥がよく活動する場所だ。一本選ぶ。こういうまっすぐで細めの枝を。この側溝型の罠では必ずこういう滑らかな弦を使う。本当はもっと細い方が効果は高い。これがトリガー装置だ。 OK。 もう一方の端をさっきの竹に結びつける。しっかり縛ること。どんな獲物が来るかわからないから。ここに虫とか幼虫をつける。餌として使う。口真似で鳥を呼び寄せる。木の上から見つけたらここに止まる。足をここに乗せた瞬間、弾力で一気に締まる。ほら、もうあるだろう。生きたコオロギ2匹。ちょうど餌に使える。ここに小さなトゲがある。ここに刺して風で動くようにする。かなり効果的だ。もともと生きているからな。
大きい鳥は無理だ。500字以上になると、基本は地面で餌を探す。あとはこういう少し離れた場所に隠れる。食べに来たらすぐ捕まる。今の音聞こえた？こんな感じ。自然の状態に戻しておく。さっきはバッテリー切れだった。鳥はデモとして見せただけだ。もう自然に返した。さすがに腹が減った。山芋を少し焼いて食べる。これで一応満腹だ。次は火をこっちに移して簡単なかまどを作る。だいたいこんな感じ。あとは土を多めに用意する。土で周りを固める。ここの土はなかなかいい。でも運ぶための入れ物を考えないと。全部シェルターに持ち帰る。これは使えそうだ。草って外側だけ残っている。土を入れるのにちょうどいい。かなり便利だ。かまど用の土はこれで足りそうだ。でもしっかり湿らせる必要がある。水がかなり必要だ。泥棒にあったんだこれ。急がないとダメだ。やっぱり一番調子に乗っている時こそ敵にやられる瞬間なんだ。おはよう。昨日はずっと土を運んでた。さあ食べよう。食べたら手袋を見に行こう。しっかり朝ごはんを食べる。これを食べて火を消して埋める。さあノクサスの弾頭台を見に行こう。天気がだんだん良くなってきた。見える？シェルターから20メートルくらいの場所。前は水なんてなかったのに、今は水がある。山の雪が溶けてきたんだろう。草木が枯れるこの季節に花が見られると気分がすごく良くなる。あの激しい吹雪の後で
梅の花も咲いた。梅が大好きなんだ。人は梅のようであるべきだと思う。梅や菊のように雪や霜に負けない。最初の罠についた。しかも茶道をしてる。竹がなくなってるけど大したことない。なんで竹にロープを結ばないのかって？これはただの指揮棒なんだ。ロープで固定すると、こういう哺乳類はロープを噛み切る。例えばイノシシとか。でもこれは引き棒だからもがきながら引きずって体力を消耗する。だから周りを探せば絶対に見つかる。ほら、この辺りは全部もがいた後だ。それに見て、もがいた時に抜けた毛だ。ロープをつけないと引き棒みたいになるから、せいぜい逃げても罠の場所から10メートル以内だ。あとは草が密集してる場所を探せばいい。穴があればそこに逃げ込む。ネズミは警戒心が強くて臆病だから。ここに穴がある。しかも滑らかだ。最初からここに置けばよかった。これありえる。あ、この竹じゃないな。でもこの竹は根元に近くないから弾力が弱い。ここは全部ネズミの毛だ。竹を変えないと完全に自分のミスだ。竹を節約しようとして太い竹の方が弾力が強いのに水用に使おうとしてた。油断した。違う。盗まれた。見て、この毛。この塊を見ておかしいと思った。糞が新しい。中はネズミの毛だ。山猫に取られたな。ありがとうって感じだ。ネズミごちそうさま。糞が本当に新しい。そいで他を見に行こう。また作動してる。これは間違いない。まだ動いてる。ほら、元に戻す。こういうネズミは一つの巣に何匹もいる。ロープを上にずらした。弾力が強くなる。山芋も追加。また作動した。一発で仕留めた。根元に一番近い部分だ。やられる時だ。膨らんでる。移動したけど重い。こっちは作動してない。罠は運もある。2つ外れた。次に期待。あとは最後の1つだけ。山の上にある1から2までキロくらいの獲物が
いそうな穴だ。これが最後の罠だ。この滑らかな通り道から1から2までキロくらいと判断した。残念、作動してる。獲物はいない。元に戻す。電池を変えたばかり。さっき機械が止まった。ネズミを2匹取れた。1匹は山猫に食われた。これはいい。爽やかな香りがある。肉の下味に使える。ここに置いて火種を取りに行く。この天気はおかしい。風も出てきた。急いで処理する。今夜は暖炉を作ろう。壁までは無理だ。濡らして火で炙ると熱湯みたいになる。だから毛が抜きやすい。処理は終わった。まだ時間があるから、昨日の暖炉の続きをやる。気持ちいい。気持ちいい。昨日の夜、水を2桶かけた。この湿り気で十分だ。枯葉を集める。火を入れる。形はできてきた。石は割れにくいものを選んだけど、割れることもある。泥をこねて、周りに塗る。外に置かない。石の壁に泥を塗る。手だと遅い。足で踏んだ方がいい。完成だ。暖炉ができた。夜はもっと暖かいはず。灰をまく。水をより吸収する。OK。火を中に移してゆっくりいぶす。このままにして洗いに行く。水を汲んで戻る。做美食了。油が出てきた。そろそろいい香り。おう。味は悪くない。
風が出てきた。雨が来そうだ。でも大丈夫。準備はできた。最高だ。トラブルにあった。この後山芋を食べてネズミの腰肉を処理する。腹の中は水だらけだ。これを装備すると敏捷性が5アップする。おはよう。昨夜からずっと雨で今も降り続いている。でも簡易ストーブがあるから熱が反射して体には朝の布をかけている。なかなか快適だ。トラブルにあった。山頂の雪が溶け始めて昨夜からずっと雨も降っている。通りで水が増えてると思った。よーし、ここに峡谷を選んだのは防火のためだった。冬は普通洪水は起きない。予想外だ。急いで排水の溝を掘って水を流す。この枯葉が排水路を塞いでいた。この水めちゃくちゃ冷たい。手足が冷えすぎたから温めないと。雨はずっと降り続いている。山の雪も溶けている。もっと深く掘る。排水は完了した。手足は真っ赤に凍えているけど不思議と寒くはない。朝焼いておいた山芋を先に食べる。中の部分は食感がよりいい。これで山芋を2度楽しめるって感じだ。食べ方は2通り。皮を食べた後、中を見るとすごく綺麗だ。うまい。この大雨が止んだら俺のロクサスのギロチンを見に行く。まずは火に当たる。うわー、どんどん強くなってる。この雨の強さでも防水はなかなかいい感じだ。野外で寒い時は頭の保温が体よりも重要だ。さっき排水溝を掘って濡れたから後で乾かす必要がある。さっき火に背を向けてたけどちょっと不安だった。これすごく燃えやすいからそのままだと一気に燃えそうで、だから思い切って脱いだ。
服は乾いた。雨も止んだ。一番心配していた沢の水も減った。今回のことでいい教訓になった。野外で活動するときは、ばらず高くて平らな場所にテントを張ること。そして土石流や洪水の危険から離れること。普通、冬に洪水はない。でも今回は大雪の後にさらに豪雨が降った。短時間でシェルターが浸水しかけた。でも水は来るのも早いが引くのも早い。もし一日中降り続いていたら今回は終了だった。シェルターは確実に流されていた。雨は止んだが堤木はまだびしょ濡れだ。この間に枯れ木を多めに集めてシェルターの周りを囲う。ああ、この2本は峡谷の密林で日当たりの悪い場所で取ったものだ。まだ溶けてない雪が残ってる。山芋、そろそろ食べ頃だ。この状態がちょうどいい。寒い中で温かい山芋は最高だ。それに、つるも集め終わった。出かける前に靴を作る。ネズミは他の動物に食われたみたいだ。同じ場所に仕掛けてもダメだ。ちゃんとした靴を作って、もっと遠くへ行って、罠をもっと遠くに仕掛ける。竹も使ってさらに罠を増やす。まず、つるを割る。禅みたいな三面の靴は必要ないと思う。そこを厚くして耐久性を上げる。それから白の繊維で靴下を作る。この方が前の三面の靴より良くなるはずだ。こういう太いつるで底を作ればかなり丈夫になる。長持ちもするはずだ。この厚さならかなり長く使える。いい感じだ。昔の兵士の気分を少し味わえる。先人たちのように。あ、そうだ。22しただけですごく暖かい。うわ、めっちゃいい。ゆっくり履いてゆく。よし、入った。余ったつるでしっかり縛る。最高だ、これ。まるで夏みたいに感じる。しっかりしてるし、繊維で包んでるから、すごく柔らかくて暖かい。この靴は大満足だ。履けば敏捷性プラス5って感じだ。天気も良くなってきた。急いで罠を見に行く。それからシェルターの周りも囲う。作動してる。
足がふやけて真っ白だ。腹の中は水だらけだ。人は金のために死に、鳥は餌のために死ぬ。欲張らなければ死ななかったのに。ちょっと休む。今日は3匹かかった。大きい獲物の影響かもしれない。とにかく、まず壁をしっかり作る。暴風雨になると、隙間から風が入り込んで、かなり寒いんだ。まずさっきのネズミを少し焼く。焼きながら壁も作業する。これは重労働だから、洗ってさばく。仕留めたネズミは、外出時は袋に入れている。心配だからだ。すでに少しいぶされていて焦げ気味だが、さらに焼けば、きっとうまくなる。よーし！つるで縛って。いいね！焼きながら待つ！弱火でじっくり焼く。肉はもう焼き始めた。壁の作業に取り掛かる。ネズミは後で。まずは壁を優先。前に靴用にたくさん縄を編んだ。今は簡易な靴でいいけど、このつるは円を固定するのに使える。この面の壁は完成。残りはこの一面だけ。隙間が少し大きいが、今は気にしない。正面を仕上げてから少しずつ埋めていく。今は四方が壁になった。でもまだ隙間は埋めないといけない。ネズミも準備完了。まずはいただく。ほて。個人的には野生の肉は弱火で軽くいぶして、少し水分を飛ばすと燻製の香りも加わって、焼いても炒めてもすごくうまくなる。今日は天気もいいし、まだ日没まで時間がある。イノシシを狙うあいつの巣、見つけたぞ。新しいのは触らない。この尻尾、間違いなく中にある。おはよう。取ったネズミは袋に入れておく。これでいい。高いところに吊るしておく。今日は朝飯は抜きだ。ネズミはもう全部やられた。先に上下の罠を確認したい。この古い靴はここに吊るす。雨や雪の時はこれを履いて出る。地面の冷たさを防げる。火を埋めてから出発だ。昨日は晴れてた。水辺の罠、少しは期待できる。確率は低いけど、
見ておきたい。下の穴はもうダメだ。前の場所は雨が少なかったが、ここに来てからは雨ばかりだ。最初はここ、水場で獲物が多いと思ったが、次は上に仕掛ける。下は全滅だ。収穫なし。でも時間がない。朝飯抜きで上を見に行く。一つ目の罠、これは竹正だ。一度やられてからもう使えない。先へ行く。来たか？落ち着け。この高さでこの径、ほぼ間違いなくイタチか小型の獣だ。中は作動してない。餌もそのままだ。上へ行こう。いや、違うかもしれない。まあ、お互い様だ。ここ数日でネズミを少なくとも5匹。山猫か雲豹にやられた。こういう状況の時は、自分で自分を奮い立たせるしかない。生命力のあるものを探すんだ。例えば、この植物、岩の隙間からしぶとく生えてる。それに落ちてる梅の花。こういうのを見ると、寒さにも負けない強さを感じる。どんな状況でも折れない。よし！頑張るか。もしある日、どうしても気持ちが上がらなくて、完全に落ち込んだらネガティブになって変な考えに走りそうなら、原始の森で星を見に行こう。雪山で日の出を見るのもいい。毛が散らばってる。見ればわかる。近くにいる。上の岩に溜まってるはずだ。やっぱりな。場所を変えた。罠も作動してる。残ってるのは毛だけ。今日は朝から上下の罠を回ったが何も取れてない。腹も限界だ。きつい。でもこんなことでへこたれない。5匹やられたならもっと仕掛ければいい。10でも20でも増やしてやる。あいつらを食わせてやるくらい。それともう一つ、巣を見つければいい。ここからでも1時間半はかかる。腹は減ってるが今は食べない。
先に進む。この辺り、竹が多い。食べた後もある。よく見ていく。新しい糞には手を出さない。これはネズミの毛だ。行動範囲を追えば食い物には困らない。こうやって糞がよく見つかる場所はだいたい竹が多い。周り全部だ。両側もそうだ。竹を食うネズミもあいつの餌だ。あそこにも穴がある。ネズミ穴だ。竹を食うやつだ。中にいるときは入り口を塞いで別の入り口から竹を引き込んだ跡がある。いい穴だな。この辺でも結構見つけた。竹は多いけど場所は覚えておくしかない。今はそれが精一杯だ。ネズミを仕掛けてあいつらの縄張りで一応伝えておく。俺のは食うなってな。じゃないと全部あいつらの餌になる。また岩の下を通る穴か。うわ見ろよ、枯葉が少ない。土が掘り返されてる。豚とかイノシシだ。これは古い。3ヶ月くらい前か。こっちは新しいな。1ヶ月以内だ。枯葉もほとんどかぶってない。これが主な餌っぽい。ならクズが多い場所を探せば狙えるはずだ。でかいツツジだ。一番太いところはかなり太くて形も面白い。盆栽に良さそうだ。全部ネズミ穴だ。あそこにももう一つある。こっちの方が良さそうだ。枯葉も少ない。出入りが多い証拠だ。さっきの糞は雲氷か山猫だ。まず間違いない。しかもここネズミ穴だらけだ。巣はこの辺りにあるはずだ。鹿みたいな装飾なら草をまとめて食いちぎるけど、こういうやつは満腹になると少しだけ口にする。量はほんの少し。消化のためだ。この辺りの草も古い跡と新しい跡が混ざってる。これはかなり新しい。崖下の岩穴が怪しい。巣はこの近くだ。なんだこの穴、妙に滑らかだ。中にいる可能性は高い。
火種も残ってる。よし、大丈夫だ。燃え残りをまとめておく。火は無事か。よかった。離れてると一番怖いのは火だ。しかも冷えてきた。かなり腹は減ってるけど、食料はまだある。でも今は食べない。時間の使い方が大事だ。日が落ちるまであと2、3時間。今作り始めたら食べ終わる頃には真っ暗だ。この時間でシェルターを直す。重要なのは前後の壁だ。枯れ木と枯れ葉で隙間を埋める。このやり方は冬向きだ。夏は少しリスクがある。中に虫がいるかもしれない。ムカデとかは枯れ木に潜むから。この壁も少し隙間がある。でも問題ない。あとはここだ。ここは大きすぎる。よし、この辺りで一旦やめる。もう腹が限界だ。ここ数日でネズミを5匹取って2匹食べて残りは3匹。今日は肉はやめて山芋にする。天気もあまり良くないし、この3匹は最後の備えだ。小さい山芋を焼いた。まだ少し時間がある。もう少し隙間を埋めるかう。これは絶対に標識付きのやつだ。ここから出て行かせる方法は一つだけだ。おはよう。昨夜はよく眠れた。今日はやることが多い。火を大きくして何か食べよう。山芋は灰の中に埋めてある。昨日は竹をいくつか切ってきた。昨日選んだ竹は前のより少し太い。もう何本か切って割っておく。これでだいたいいいかな。次はこれを割るのが一番大事だ。昨日の靴を編むための弦を取り出して、ここを縛る必要がある。こうすると弾力が強くなる。燃えている炭を山芋の上に乗せて、終わったら食べられる。うわ、この弾力すごい。今はまだ離せない。離したら指まで持っていかれそうだ。オーケー、ここは十数本できた。さっき根元近くに置いたやつも、後で弦を少し前にずらせば3から4まで本は使えるはずだ。
この説は餌として残しておく。これは焼き加減最高だ。すごく美味しい。火を埋めておく。出発して食べよう。これも全部持って場所を変える。山芋はきれいに食べ尽くされた。ああ、ここから出てきたのか。まあいい、これも持っていこう。接触面積で感度を調整できる。さっきのは敏感すぎたかも。穴はここにあって、通り道はこんな風につながっている。このまま続ける。また一つできた。これは支え棒っていう。トリガー棒は斜めにしないといけない。作動すると一気に引かれる。もしまっすぐにすると触れた時に威力が弱くなる可能性がある。こっちは滑らかだ。横穴になっている。上にも5から6までかところある。ここはいい場所だ。よし、続けて全部仕掛けよう。山芋はもう少ない。でも、ここにはまだ竹がたくさんある。これだけ使っても、まだ8本残ってる。山芋は節約しないと。あと2本だけ。全部の竹を設置し終えた。そして大物の巣穴の近くまで来た。20本以上の竹を仕掛けたけど、またあいつにやられるのが心配だ。
だから一つ方法を考えた。住処を変えさせる。竹を置いた場所から離れさせるんだ。こいつは絶対にマーキングしている。食料を守るために追い払うしかない。ここから出て行かせる方法は一つだけだ。友達がいるんだけど、金持ちの息子だったのに努力して別荘を出て普通の家に移った。今は賃貸暮らしだ。だからこいつにも頑張ってもらう。手が届く高さまでやる。自分の強い匂いを残しておいた。動物は環境にとても敏感だから、そのうちここを離れるはずだ。ここは天気が変わりやすい。もっと遠くまで行って資源を探しておこう。備えあれば憂いなしだ。今日はかなり体力を使った。何を食べるか考えている。今日はたくさん仕掛けを置いたけど、この方法が効くかどうかわからない。あいつに効くか。肉はとりあえず残しておく。メモリーカードの容量が足りないから、この数日でいい場所を見つけてデータを送らないと、それから削除する。まず少し焼いて、この燃えている炭を埋めておく。こうした方がもっと美味しい。俺のネズミだ。端に寄せないと危うく火がつくところだった。なんて綺麗な。でも食べるのが惜しい。今日は仕掛けをたくさん設置した。明日はいい収穫があるといいな。